皆さんこんにちは。今日は真夏の断捨離をしていきたいと思います。まずは物が溜まりがちなこのキッチンの下ですね。前も断捨離したんですが、また断捨離対象が溜まってきたのでちょっと見ていきます。これはタッパーの蓋で相棒がいないので手放そうと思います。これは大根おろしを夫に買ってもらったんですが、全然違うもの、これ千切りなのかな、を買ってきてくれたんですが、ちょっと使い勝手が悪いのと、おろしが欲しかったのに千切りになってしまうので、これは手放そうかなと思います。はい、あとこれはベトナムで買ったアイスクリームじゃないか、キャンディーアイス作るものなんですが、今年夏になって未だに一度も使っていないのと、ちょっと倒れたりしてこぼれたことがあって使いにくいなと思ったので一回手放します。日本だと小さなゼリーを凍らせるだけで手軽にアイスキャンディー作れるので、一旦今年の夏はそれで過ごそうかなと思います。でね、しまい込んでると、結構ペトペトしてきて劣化が進んでしまうので、もし必要になったらまた買おうかなと思います。はい、でこれは保冷袋です。これもいただき物なんですが、他に保冷袋がないのでとりあえず使っています。もうちょっと好みのデザインのものに出会えたら変えようかなと思ってます。ここは一旦以上です。続いてこの中何かあるかな。結構ごちゃごちゃと、これは、ビニール袋、ゴミなので捨てます。これは結構子供の保育園でビニール袋必要になったりするので、これは一旦取っておきます。きれいに畳んで取っておこうかなと思います。あとは使っているものだけなので、あとこれですね。このお出かけエプロン、これもういらないというか使ってくれないので、これは1枚しか使ってないのかな、譲るなり捨てるなりしようかなと思います。はい、ここも以上ですね。はい、続いて子供部屋の押し入れです。子供部屋自体はちょっと散らかってますが、こんな感じで特にいらないものは出ていないので、今日はいらないものがたまりがちな押し入れの中を見ていきます。押し入れは結構ごちゃごちゃしちゃっています。こんな感じですね。下には防災用のお水と、あとおむつのストックがあります。でここにぬいぐるみが入ってるんですが、ぬいぐるみはまだ少ないので取っておこうかなと思います。これは小さい頃よく遊んでいたガラガラおもちゃ、これまだ結構引いたり積み木にしたりして遊んでいるので取っておきます。であんまない、下の段はないですね。で上の段、これはお絵かきグッズでおむつのストックで、これはお出かけ用のおもちゃグッズで、これが結構もう使ってないので、お友達からいただいたんですけれども、寄付に出そうかなと思っています。はい。で前回カタールに行った時にもらったおもちゃなんですが、これ中身空っぽで、もうケースは使わないのでこれ捨てようかなと思います。この中が結構怪しくて、これもいただいたメガネなんですが、子供用のメガネ、結構大きくて喜んではいたんですが、大きくてすぐ顔からずり落ちてきてしまったので、もうちょっといいメガネ、サングラス、子供たち喜ぶので買ってあげようかなと思います。一旦これはもう手放そうかな。2つありますね。はい、これはプロジェクターです。であとはこれはパズルです。出しておくと悲惨なことになるパズルなので、これはしまっています。でこのぬいぐるみは子供たちが生まれた時に友達が作ってくれたぬいぐるみです。でちょっとお手作りなので少し衝撃に弱い部分があるのか、ここが取れ始めちゃって、
この子供たちがもう少し大きくなって物を丁寧に扱えるようになってからまた出そうかなと思います。ちょっともう取れかけてきちゃってね。はい。で、これはトミカじゃないか、小松の車なんですが、結構子供たちに部品を取られてしまって壊れかけているので、もうタイヤが取れてますね。ちょっともう少し大きくなるまで持って遊んでから手放そうかなと思います。これは子供が大好きだった歌ですね。これたまにまだやるので、これは取っておきます。はい。これは袋ですね。空っぽなので袋のところにまとめておきます。はい。で、あとはこれですね。これ子供たちが使っていたチャイルドシートなんですが、ブースターに切り替えたので、娘の分を。なのでこれは大きいしかさばるので手放そうと思います。これはメルカリに出そうかな。状態もすごくいいのでと思います。あと娘の非常用の iPad がありました。これまだ使います。はい。なのでここから手放すのはこの3つと、あと奥のチャイルドシートですね。続いて玄関廊下の中を見ていきます。ここはこんな感じで掃除用品とかストックを置いているところです。これもフライトでもらったおもちゃなんですが、カンカンが往復乗り換えも含めて往復で5個もらったんですよ、このカンカン。なので、中にお絵かきグッズが入っていたんですけども、中の紙と鉛筆だけ出してカンカンは2個残して捨てようかと思います。2個あれば子どもたちも喧嘩にならないので、これは一旦3個分手放そうと思います。で、この下はこの紙もいらないですね。メルカリの梱包材として取っといたんですが、上にすでにプチプチと包装して綺麗なのがあるので、こちらは一旦下のものを手放そうと思います。一番下は紙袋と掃除機ですね。紙袋はもう紙袋もここに入るだけと決めているんですが、溢れないところが少なくなってきているので、紙袋は一旦全部取っておこうと思います。なのでこの一番左から捨てるものはこのカンカンと紙だけですね。続いて真ん中見ていきます。真ん中は結構ごちゃごちゃと物が溜まっていて、一番下は結構汚れてますね。後で拭きます。これは、図書館で本借りた時に袋忘れて貸してもらったやつなので、後で今日返却しに行きます。で、真ん中は抱っこ紐ですね。これももうそろそろ下の子が2歳過ぎて、入りきらなくなってきたので、そろそろ卒業かなと思います。これはもうね、だいぶ使い古してもうボロッボロなので、譲ったりはできないので、もういいなと思ったら捨てようと思います。まだ使うのでたまにほっとっておきます。で、3段目もこれはなんか雑多に袋が置いてあります。結構使う袋ばっかりなんですが、これはバッグ買った時についていた袋ですね。これはいらないので捨てようかなと思います。で、次に結構使いやすいのでこれよく使うんですが、これは取っときます。あとは公園とかで汚れない素材で行く時に使ったりしてます。で、これが、私が学生の頃に使っていた旅行で肩にかけてパスポート入れたりしていたんですが、今はもうちょっといい、ボディバッグみたいなのがあるので手放そうと思います。はい。で、これは、この間北欧でマリメッコでお買い物した時にもらったトートバッグです。すっごく使いやすいのでこれは重宝してます。はい。で、これは結構アウトドアとか行く時に使う小さめのリュックです。以上かな。これはマリメッコで買った大きなトートバッグなんですが、すごく使いやすくてよく使ってます。こんな感じ。これはそうだね。これはいただいたおばあちゃんからいただいた袋なんですが、スヌーピーかわいいけどあまりもう使いどころがない。どうしようかな。たまに使うかな。ちょっと保留にして気に留めておきます。使わないようであれば手放そうかなと思います。また次回要検討ですね。はい、
この段は以上でもうごちゃっと置いてます。で次が保険関係、あと母子手帳とかがあるんですが、なぜか百人一首があるのでこれは別のところに置いておきます。でこれはベトナムの母子手帳で、これは日本の母子手帳。ベトナムで生まれたので2つ持ってるんですが、全部日本のに転記したのでこれだけにしてもいいとは思うんですが、まあでもね、命というか予防接種とかもし転記ミスがあったらと思うと怖いので、一応まだ取っとこうかなと思います。私が自分で転記したのでちょっと自信がないです。でこれが、診察券とか健康保険とか証とか保険証とか入れているものです。ここは捨てるもの特にないです。で最後上の段、この上の段が結構厄介かなと思ってます。まずこれカーテン、使っていないカーテンをここに入れていて、結構重たい遮光カーテンなので夏には暑いということで取っているんですが、また冬寒くなった時に必要になるかな、ちょっと迷います。一旦保留にしておきます。で続いて空き箱ですね。アップル製品のだけはなかなか捨てられなくて、ここに残ってしまっています。ジュエリーの空き箱って捨てられなくないですか？皆さん捨てられますか？私結構さっき言ったアップル製品とジュエリーの空き箱だけ捨てられなくて、何でもかんでも捨てればいいっていうもんでもないので、自分が納得するタイミングで捨てようかと思います。はい、でこれがうちはアップル大好きなのでアップル製品が多いですね。ここにまとめておこうかな。はい、こんな感じですね。続いて雪崩が、右側が全部保育園グッズとか子どもの作品群ですね。ここの作品がちょっと溜まってきてしまったんですが、時間かかるのと、あと子どもたちと一緒に考えたいので作品は一旦保留にします。ここ全部、右端は全部作品です。作品ってみんなどうしてますか？結構手放しにくくないですか？これは保育園用の袋とかですね。これ私のおばあちゃんが袋いっぱい作ってくれたんですよ。これは見るたびに私がおばあちゃんを思い出せるので取っておきます。であと帽子類ですね。この帽子は子どもたち2人ともサイズアウトしてしまったのでとっても可愛いんですけど、ちょっと手放します。ありがとう。この帽子、これは子どもたちというか娘がベトナムで通っていた保育園のものです。デカデカと学校のロゴが書いてあるので、実用性はあるんですけど、ちょっと本人に聞いていらないようであれば手放そうと思います。はい、これもベトナムで使っていた帽子ですね。かわいい。コペンハーゲンデライツっていうベトナムにあるブランド、デンマークのブランドかななんですが、ベトナムで売っててすごく可愛いんですけど、ちょっとこれ S サイズで息子もサイズアウトしてきているので、帽子基本的にかぶってくれないんですよね。なので、ちょっと今日聞いてみて決めたいと思います。はい、でこれは娘のアウターというかパーカーですね。ケニアにこれ着ていったんですが、結構ケニアの土が赤い色の鉄分が含まれているみたいで、洗ったんですが全然落ちなくて、かなり茶番できたんですよね。赤っぽく、画像じゃ見れないかもしれないんですけど、なのであとサイズももう100で、娘もそろそろサイズアウトなので、また今年の秋まで来て、これはその後手放そうと思います。はい、でこの中は、まだサイズアウトしてない冬服とかが入っているので、これは一旦保留です。でここから下は全部保育園で使っているものなので、必要なものばかりですね。なので一旦ここの断捨離は以上かな。最後玄関にやってきました。玄関も結構捨てるものがありそうだなという気がしています。まずは左側、これはとっくになくなった粘土の蓋ですね。これも手放します。
であとはこれベトナムで使っていた可愛いアフリカ布のキーホルダーなんですが、ね、金属臭がするようになっちゃって、私匂いに結構敏感なので、一旦これは可愛いけど手放そうかなと思います。あとはここら辺は夫の帽子ですね。で私の帽子と靴、捨てるものは特にないですね。で日焼け止めと虫除けスプレーとかですね。最後一番右の棚ですね。これはいろいろ溜まっていそうです。雑多にいろいろ入っています。まず1つ目、これ私のランニングシューですね。シューズですね。もうこれは3年ぐらい使っていてかなりボロボロなので、手放そうと思います。ありがとう。はい、で続いてこれは私の日傘の袋なので取っておきます。でこれですね。これが夫が綺麗な傘で外に出かけていったんですが、これとすり替わっていたって言ってこれを持って帰ってきたんですけど、ちょっとあまりに汚いので手放そうかなと思います。汚くないですか？ちょっとね。はい、であとは子供たちのサイズアウトした靴が一つあって、これですね。これもサイズアウトしてかなりお気に入りでボロボロになるまで履いたので気持ちよく手放そうと思います。上に戻って、これ植物の鉢の土を隠そうと買ったんですが、ちょっとかなりポロポロして掃除が逆に大変になったので、これは手放そうと思います。おしゃれなんですけど掃除が大変でした。はい、でこれはベビーカーのもうちょっとちっちゃい時に使うクッションですね。で上は自転車のカバーとベビーカーのレインコートと自転車のカッパと、あと下はお砂場グッズとかなので捨てるものは特にないですね。以上ですね。はい、捨てようと思って貯めていたお洋服たちも今回手放します。子どもたちの場合は汚れたりサイズアウトしたりしたものですね。こんな感じです。で大人の場合は汚れたり毛玉になったりしたものです。結構ひどかったのが、この間ユニクロでエアリズムかなT シャツ買ったんですよ。ですごくサラサラと思って着ていたら、乾燥機かけたらこんな感じで毛玉がすっごくいっぱいついてしまって、で毛玉取りもしたんですが、うちの乾燥機との相性が悪いのか、この十数回で結構ボロボロになってしまったので、これも手放そうと思います。こんな感じのものがいっぱいあるので、これは物の状態によって寄付したりもう捨てたり、あるいは回収ボックスに入れたりしようかなと思っています。はい、なので結構パンパンですが、これも手放し対象です。はい、こんな感じで今日の断捨離対象をすべて並べてみました。結構洋服やら靴やら、あとはキッチン用品やらおもちゃやら、いろいろ手放すものが溜まっていたなという感じがします。結構3ヶ月に1回ぐらい断捨離しているんですが、それでもこんなに溜まるもんですね。今日の私の捨て活が皆さんの断捨離や捨て活のお供になりましたら幸いです。最後におまけですが、今日の生け花2つ、奥にあるのがひまわりとか夏のお花ですね。黄色と緑に焼けたもので、手前のが、ちょっと大胆に雲龍柳とグロリオサ、あとはちょっと緑を入れましたね。ブルーベリーも入れてます。こんな感じで生け花しております。おまけでした。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんの捨て活もはかどりますように、良い一日をお過ごしください。